Konnichiwa. Hello, bonjour. I'm Yoshi, the owner of Gigi Shop, online men's store for visitor outside of Japan. Please use YouTube captions. From now on, I will speak in Japanese, but you can enjoy this video by using YouTube captions. Thank you. はじめまして、G ショップ店主のですね、よしです。いきなり英語から始まったのでちょっと戸惑われたかもしれません。私ですね、実は毎日ジジイの装いと題しまして、インスタグラムで、リール動画を投稿しています。でそれをですね、数年来続けてまいりましたがですね、世界中の方たちからがですね、私のリール動画を見ていただいて、励ましのコメントをですねいただけるようになりました。この場を借りていつも私のインスタグラムをですねご覧いただいている皆さんにですね御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。で実はですね、私、そういうインスタグラムで世界中の方たちから寄せられるコメントの中で「よし、君はどこで洋服を買ってるんだい?」とか、それから若い方ではですね、いつか年を取ったらあなたみたいになりたいみたいに、これすごい嬉しいんですけど、そんなお言葉をですねいただくことがあって、で、私今62歳です。2024年62歳、じじいです。決して私アパレル産業というかファッション産業の人間ではなくて、長年広告マンとして会社勤めをしてきました。洋服が大好きで、いろんな洋服お店でですね、またはフィレンツェだとかナポリのサルトにですね、仕立て服を注文をしたりとかですね経験をしてきました。その中でもちろん失敗したこともあります。しまったな、これやっぱ買うべきじゃなかったとかですね。で、そんな経験もありますし、インスタグラムで皆さん私のビール動画を楽しんでいただいているということは、皆さんの立場で、消費者の立場で、決して売り手の側の立場じゃなくて買う側の立場に立って本当に欲しいもの、実際に自分がですね欲しいものっていうことは自分が実際に着るものですよね。そういうものをですね、このジジショップというですね、ジジイのショップなのでジジショップというふうに名付けたんですが、ちなみに日本語で、英語で言うとオールドマンですけど、オールドマンのことを日本語でジジイというふうに言うんですね。でということでジジショップという、オンラインショップを開設しようということで、私自分の会社も作りまして Y&H という会社ですけれども、その Y&H を通じてですね、皆さん、世界中の皆さんにできれば、私が気に入ったものをですね少しずつですけど紹介をしていくので、皆さんの日々の装い、そういう装いを楽しむためにぜひ使っていただけたらなというふうに思っております。今後ともよろしくお願いします。でですね、まず今日第1弾です。ご紹介するのは今着ているこのピーコートになります。これはですね、伝統的にフィレンツェで、仕立てられる既製品ではなくて、サルトテーラーがですね、仕立てる、ピーコートで、独特のデザインで、私もこのピーコート本当に気に入っていて、一番にご紹介したいと思ったので、このピーコートをご紹介することにしました。もともとこのピーコートを知ったのは、フィレンツェにですねタイワタイというメンズショップがあって、でそこのオーナーがですねフランコ・ミノッチさんという方です。もうすでにお亡くなりになってるんですけど、私が40代ぐらいですね、2000年頃、今からだから20年ぐらい前ですけど、私が40代ぐらいの時ですね、そのフランコ・ミノッチさんの装いを雑誌で、拝見して、かっこいい人だなと、僕もその60ぐらいになった時にこんな風になりたいななんて思って憧れた人です。でその人がですねこのピーコートを着てたんですね。かっこいいなと思って、でそのフィレンツェの、タイワタイ、私もですね実際に日本にも支店があって、購入
しました。例えばですけどこれはですねその対話隊でセミナーラというフィレンツェの、サルトで仕立てたジャケットです。これ仕立てたのが2008年なんですね。ですから今から16年前でも未だに私これ着てます。すごいこれは気に入って着ています。これはそのフランコ・ミヌチさんが、日本に、来られた時に、お願いをして採寸をしてもらってそのセミナーラという仕立て屋さんでテーラーで作ったものなんですね。とてもいい生地で、16年経過してますけど未だに私大好きでこれ愛用してます。で今日ご紹介するこのピーコートももし皆さんが気に入っていただいたら、私がこのジャケット同様にですねぜひ長く愛用していただけると思うのでお使いいただきたいなと思ってます。でこのピーコート、このカバンのピーコートの魅力はですねいろんなコーディネートができるということです。ちょっと写真を上げますけども、例えば、今日私のですね装いはちょっとアメカジ風なチノパンとボタンダウンのシャツを着てるんですけどそういうちょっとカジュアルな装いにも合いますし、それからその横に上げますけどもグレーフランネルのトラウザーズに同じく白いシャツなんですけど、そういうものを合わせて、そういうクラシックな感じにもありますし、いろんな装いが楽しめます。なので、とっても使いやすいしで大人っぽく見えるので、なおかつですねこれいわゆる既製品で売ってないんですね。で私もいろんなメンズショップ見ましたけどどこも売ってないです。大抵売ってるのはですね、こういうタイプのピーコート、これは大抵のお店でも売ってます。これはですね、これも写真あげますけども、この私のコーディネートの写真あげますが、これはですね、アメリカ海軍のヴィンテージコートになります。私自身がですねあるお店でこれ見つけてデッドストックで購入したものです。大抵ですねみんなこの原型をモデルにしていろんなメーカーがブランドが作ってますからこのタイプはあるんですよ。あるんですけど残念ながらですねこの、私が今着てるカバンみたいにもうちょっと都会的なものってないんですね。でまずそれをですね比較する私なりの意見ですけど、このピーコートというのはアメリカの海軍の兵隊さんがですねのために考えられた、お洋服コートなので当然その軍艦の上で甲板の上でですね風をしのぐために作られてますからしっかりした厚手なルールでなおかつ特徴はちょっと写真を見ていただくと分かるんですけど比較をしてみてください。このアメリカ海軍のピーコート、それからその横に私が今着てる、このカバンと呼ばれるフィレンツェ、源流のですねピーコートを比べてみると違いが分かりますよね。 V ゾーンの違いです。それはなぜかというと、つまり、船の上で軍艦の上で風をしのぐ、当然その寒いのでだから V ゾーン狭いんですよね。そういうふうに作られてるんですよ。でも私たち普段都会生活をしているわけですから街の中で暮らすので、そこまでいらないですよね。でこのタイプの今のアメリカ海軍を源流とするピーコートって、どこのメンズショップでもありますし古着でもあると思います。ただ今つまりこのフィレンツェ源流のこのカバンと呼ばれるピーコートの良さはですねやっぱり都会生活をしていく上で、よりちょっとおしゃれにスマートな感じになってます。この V ゾーンがですねちょっと広くてであとボタン感覚も実は違いますね。これも写真でよく見ていただくと分かるんですけどこのボタン感覚がこっちの方が広いですね。でそれと当然ですけどボタンもですね結構でっかいボタンこれ使ってます。軍のものです。で私が着てる
今このフィレンツェのコートを源流とするこのコートはボタンももっと小さいですし、 V ゾーンは同じですけれども広いで、ボタン間隔がさっきのものよりもちょっと狭めになってて、すごく僕は大好きでかっこいいなと思ってます。はい、でこの B コートいいなともし思われたら、実はですね、これは私最初に申し上げたように買う人の立場でっていうことで、このショップを運営していきたいと思ってますから、2つ手に入れる方法があります。一つはですね、これフィレンツェ源流ですから、フィレンツェで伝統的に仕立てられるP コートなので、フィレンツェの、サルトテーラーにですねお願いするっていうのが一つありますね。で、私自身セミナーラというですねフィレンツェのサルトで仕立てたこともありますし、それで仕立ててみたいなと思う方にはもちろんご紹介もできます。はい、お気軽にコンタクトをメールでも送っていただければと思うんですけど、ただちょっと問題が1個あります。当然オーダーメイドです。自分だけのために今テーラーで、職人がですね作るわけですね。なのでやっぱり価格が跳ね上がります。私自身が、先ほどお見せしたこのセミナーラのジャケット、当時でですねだいたい65万円ぐらいだったかなしました。結構高額です。で今は日本でいうと日本は円安になってきているので、おそらくですね今これを作ろうと思うとですね、最低でも70万、カシミヤの生地なんか使っちゃうと100万近くいっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。でそうするとですね誰もが買えないですよね。それは余裕がある人、経済的に余裕がある人はもちろんオーダーをすればいいんですけど、はい、で2つ目の選択肢なんですが、2つ目が実はこれはですねそのフィレンツェの服飾文化、そこをリスペクトしながら日本のファクトリーで仕上げたものです。でファクトリーといっても、大量生産ではなくて日本のとあるファクトリーを私見つけたんですけど、職人がですね分業制でミシンと手縫いを一部使いながら丁寧に仕立ててくれます。でとってもいいです。で私自身このフィレンツェのサルトで作ったこの同じピーコートも実は持ってはいるんですけど全く遜色がないですね。はい、とてもいいです。おすすめができます。それでなおかつ価格も、780万のおそらくですねどうですか、3分の1から4分の1ぐらいに なっていると思います。ですから、で私実はですね今このネイビーのものを着てますけど、実際に私が買ったものですが、今追加でですねモスグリーン、オリーブをですね生地を選んで作ってますし、その後ブラウンも作りたいなと思ってます。つまり例えばですけど最初はネイビーから、それからモスグリーン、オリーブカラーがブラウンみたいに、同じぐらいの値段を例えば払うとしても、3着作れる。で3着持っていると多分もう装い楽しくなると思うんですよね。いろんな組み合わせができるので、なので私はこの2つ目の選択肢の方が、いいと思います。であともう一つ、これは私がですねいろんなサルト、例えばさっきの、セミナーラというフィレンツェのサルトも頼みましたし、ナポリのですねレナート・チャルディさんというかなり有名な方のようですけど、その方にもジャケットを作っていただいたこともあります。それからダルクオーレさんとか、オラッチョ・ルチアーニさんとか、そういうところでも作ったことがあるんですね。でそれぞれもちろん素晴らしいものです。ただサルトの特徴っていうのはやっぱりみんな手仕事、本当に手縫いで作ってくるので、すごく味わいがあっていいんですね。ただ、正直言うと人間がやるので、不完全さがあります。完璧には仕上がりません。つまりファクトリーで作るものとはやっぱり製品の品質管理っていう部分が、正直甘いところがあるっていうふうに私は消費者の立場で実際に買ってみて思いました。とあるスーツの場合なんかはポケットに穴が開いてたりとかしてなんてこともありましたし、ただでもそれもそれで楽しい、面白いですね。そういうふうに楽しめるっていうのもいいですし、そういういつも頼む仕立て屋さんがいるなんていうのも素敵ですよね。でそれもいいんですけど、
ただ普通の人にとっては、僕は今私の持論というか意見として、パターンオーダーの方が完成度が高いし完璧なものが仕上がるので、私はそっちの方をお勧めしています。それで信頼できる品質の高いそのファクトリーを私見つけまして、そこで作ったのがこれになります。はい、でなので私自身がこれをですね、先ほど、長く着れる、例えばその何度もお見せしますけど、この、対話体のですねからを通じて、セミナーで作ったこのネイビージャケットもですね16年着てます。実際に私もそういうふうに着てきたので、なので長く着るためにじゃあどうしたらいいんだということでいうと、大切なポイントがやっぱり大きく2つあると思うんですね。で一つはやっぱりいい生地を選ぶということだと思います。でそれでですね、私もいろいろんなものを買ってきたので、この生地選んだのは、カチョッポリというナポリの、生地マーチャント生地商社のですね、そのブランドで展開されているローデンウールというものを選びました。ローデン、アルプス、ヨーロッパのアルプスのですね、非常に寒い環境の中でも、耐えられるように非常に高密度な、ウールでできています。ですからあったかいですし、でなおかつ、生地の一つの目安に、目付けというものがありますけれど、メーターあたりのその生地の重さなんですが、この生地はですね 530g です。1メーターあたり 530g、 かなり、重いです。でもご心配なく着てみるとですね、そんな重さ全く感じないです。これはやっぱり仕立てがいいからなんですけど、一般的に、スーツの場合大体300から 400g ぐらいなんですね、1メーターあたり。なので530というとかなりしっかりした生地、生地がしっかりしているので長く楽しめるというのが、これは私がこの、20年ぐらい洋服をいろいろ愛用してきた経験でもあります。でもう一つはですね、やっぱりきちんとメンテナンスをするということだと思います。やっぱり毎日着てればどうしても傷んできますよね。なので、3日に1回とかそれぐらいの頻度で、合わせていく。これ靴でも一緒だと思うんですけどね、そういうふうにしていくことで長く愛用できますし、それとこれは私の個人的な意見ですけど、多少ほつれがあったり毛玉ができたりしても気にしないっていうことです。人間の肌だってシミができたりしますよね、年を取ってくれば。だから洋服だってそうだと思うんです。でもいいものをですね長く使うというこういう考え方っていうのは、今の社会にも合ってると思うんですね。サステナブルって言うんでしょうかね。なのでもちろんこれ1着ですね、税別で日本円で14万8000円です。先ほどサルトで仕立てると7、80万というお話をしました。そこに比べればだいぶ買いやすくなっているとは思うんですけど、そうは言っても若い方からするとコートに14、5万出す勇気がいると思うんです。でも僕は本当にこれは自信を持ってお勧めできますけど、実際にこれ私街で着ててもそれどこのコートですかなんていうふうに、実際洋服メンズショップなんかで聞かれたりします。だから本当に自信を持ってお勧めできるし、長く着ることができるので本当にお勧めです。ですので、あとですね、先ほど申し上げたように、今回私が着たものを売るということがコンセプトなので、今回はまずこのネイビーのローデンウールですねのものをですね、販売をいたします。でパターンオーダーです。サイズが44から50まで一応ご用意してますので、サイズ表もサイトの方に載っけてますから、自分の体験に近いものを選んでいただいて、あとはですね、例えば袖とかはですね、最寄りのお直し屋さんに持ち込んでいただいて直していただくといいと思います。でもちろんご購入いただいたら私がインストラクションというか、こういうふうにした方がいいよっていうことも一応書き添えてお送りしますし、あともちろんそのメンテナンスをしていただくためにですね、ハンガーと木製のハンガーと、それから、ガーメントもですね、ガーメントバッグもお付けしてご提供します。でこれ大量生産で作らないファクトリーでですね、職人が分業制ですけど、丁寧に作っていきますので、大体、
出来上がるまでにご注文いただいてからですね2ヶ月かかります。2ヶ月かかります。でも今申し上げたみたいにこれ10年でも、愛用できるものですから、今年だけじゃなくて来年再来年と使っていただけるので、そういうふうに考えてですね出来上がりをお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それとオンラインで販売します。実際に手に取って見れないので、そういうご不安もあると思います。もちろん不良な点があれば返品はできますけれども、そうじゃない場合は基本返品はできないので、サイズ間違いなどしないようにですね気をつけてくださいね。もう注文しちゃったら作り始めちゃうので後戻りできませんからね、そこは慎重にやっていただきたいと思います。ただ、これ規制で、私が知る限りどこにも売ってないものなので自信を持ってお勧めできます。はい、いかがだったでしょうか。第1回として、このピーコートフィレンツェではカバンと呼ばれているものですけどご紹介をいたしました。いいなというふうに思ったらですねぜひご購入を検討していただければと思います。最後にですねもう一個いいところがこのピーコートの場合あります。もしも、ご夫婦で、パートナーがいらっしゃって、奥様がですね近い背丈の方であれば体型も近ければ多分夫婦でもこれ楽しめると思いますよ。はい、そういうような使い方もできますからね、ぜひそんなことも踏まえてご検討いただけたらと思います。はい、最後までご覧いただいた方は本当にありがとうございました。またこれからですねいろんな皆さんの日々の装いに役立つ使えるものをですね皆さんの目線、消費者目線で、私一切そういうアパレルメーカーと関係してませんから、消費者の代表としていいものを選んで、これからいろんなメーカーと、タイプすることもあるかもしれませんけど、でもその時には必ず自分が気に入ってこれだったら買うなというものはご紹介していきたいなと思ってます。ですから、もしこの動画を見ていてですね、一緒に何かやりたいと思うブランドメーカーの方がいらっしゃったらぜひお声をかけていただけたら嬉しいですし、はい、ということでした。第1回の Y&H からの G ショップからのご提供はこの P コートです。はい、それではまたバイ。